朝起きてまず顔を洗い歯を磨いた後、次にやることは決まっている。そう、それはコーヒーを入れるってこと。僕が唯一毎日欠かさずにやっている行動といったらこれくらいだ。いつから日常の一部になったのか覚えていないけれど、今は欠かせない朝の日課、いや大事な儀式と言ってもいいくらいだ。まだ完全に目覚めていないモヤモヤした状態で弾く豆。この豆の音は朝の始まりの音、脳の目覚ましとは思っていない。脳はそう簡単には目覚めはしないのだ。こうやってゆっくりとコーヒーを入れる準備をしているうちに徐々に目覚めてくる。このコーヒーを入れるという何でもない日常の日課を儀式と言ったのは決して大げさではなく、まだ誰も起きていない朝の静かな時間は僕にとっては神聖な空間。ちょっと大げさかな。神聖なんて言葉が簡単に使えないもんな。やはりこれは普通の日常ってことにしておく。僕は今普通に朝のコーヒーを入れております。見たところ豆もあまり新鮮ではない。まさに普通の朝のコーヒーを入れながら、今日は何しようかなとか考える。今日何かやることがあったっけ。思い出せない。とりあえずコーヒーをすする。この朝の一口目のコーヒーは格別なのだ。そして思い出した今日やること。パンを焼こうと思っていたんだ。ニューファンドランドに来てからスーパーなどで売られている市販のパンを買わなくなった。あまり美味しくない上に高いという庶民的な理由で買うのをやめた。金はないが時間にゆとりのある生活イコールパンを焼くということになる。少し手間はかかるけど慣れてしまえば大したことはない。慣れってのはすごい。ボウルに強力粉を入れる。あと塩をちょっと。それを用意したら次はイースト。パンを作るときはちゃんと分量を測るようにしている。じゃないとうまくいかないことがあるからだ。パン作りは時間がかかるので失敗はしたくないのだ。砂糖も少し加える。砂糖はイーストの活性化を助けるんだって。だから毎回少し入れる。ぬるま湯の温度もちゃんと測る。温度は低すぎても高すぎてもいけない。菌ってやつはとてもデリケートなんだ。軽く混ぜたらしばらく待つ。今はこんな感じだけど、しばらく待っているとこうなる。不思議だよな。少し元気になったイースト菌を粉に入れる。そして水。あとオリーブオイルも入れる。あとはかき混ぜたらいよいよこねるという作業に入る。パン作りのメインイベント。このこねこね具合でパンの出来上がり具合が決まるらしい。だからよくこねる。それが大事。こね始めは結構ベタベタして手にくっついてってなるんだけど、しっかりこねてこうやってパンパンしたりするとだんだんとつかなくなってくる。力を使うし結構大変だけど、ちょっとした筋トレと思ってやればそんなに苦じゃなくなる。昔からパン職人筋トレいらずって言うでしょ。言わないか。言うか。どっちでもいいか。ほら、だいぶ手につかなくなってきた。今回はこれくらいで勘弁してやろう。こねた生地にラップをかけて一次発酵をさせる。僕はいつもほんの少し温めたオーブンの中に入れる。ちょうどいい発酵温度は忘れちゃった。とりあえず1時間くらいこのまま放置。1時間どころか忘れていた。さて発酵具合は、これは過剰発酵ってやつだ。膨らみすぎている。元こねた生地の2倍くらいがちょうどいい発酵具合って言われてるけど、こりゃもう3倍くらいになっちゃってるもんね。いつも忘れちゃうんだよ。次からはちゃんとタイマーを使おう。ぐいぐいっと軽くガス抜きをして二次発酵の準備。生地を2等分にして
軽く形を整えてあげてからベンチタイム。発酵っていうのはこいつらにとっては運動をしてるってことになるから、少し休ませてあげる必要があるのだ。濡れ布巾をかけて少し休むがいいと上から目線で命令をする。生地を休ませている間に二次発酵の準備。適当なサイズに切ったクッキングペーパーをパンを焼く型に入れる。そしてしばらく休ませたパンの生地の成形に入る。パンの成形の仕方はいろいろあるけど、だいたい僕は手でやる。特に理由はないんだけど、このやり方がなんか一番しっくりくる。軽くガスを抜きながらペタペタ生地を伸ばしてから三つ折りにする。手に生地がついて気になるときは軽く小麦粉をまぶしたりする。三つ折りにした生地をさらにペタペタ。それからくるくる丸める。あまりきつくやると二次発酵を妨げるらしいので軽めにくるくるする。つなぎ目は少しつまんで塞いであげる。ちょっと不細工だけど、一つ目の成形がこれで完了。二つ目の生地も同じように成形していく。美味しくなりますようにとグルテンの精霊たちにお願いしながら形を作っていく。精霊たちの助けがないとパンはうまく焼き上がらない。前に一度精霊たちにお願いをし忘れた時、焼き上がりのパンの中身は空洞だったことがあった。それ以来僕はこの精霊たちへのお願いを欠かしたことはない。というのは嘘です。成形したパンにラップをして二次発酵に入る。一次発酵の時と同じように少し温めたオーブンの中に入れる。今度は忘れないようにしなくちゃ。とりあえず1時間くらい放置。今度は忘れなかった。さてどうなってるかな。まあいいんじゃないかな。これでやはりちょっと過剰発酵な気がするんだよな。発酵で大事なのは温度調整って言うしね。あまりそういうのはやらないから毎回出来上がりは違う。霧吹きを使ってパンの表面に水を吹きかけてあげる。これをする理由はあんまよく分かってない。さていよいよパンを焼く時が来た。200度くらいに温めたオーブンの中にぶち込んで、あとは待つだけ。こっからはもう僕にできることは何もない。あとは精霊さんに任せるだけだ。パン焼けたよって精霊の声が聞こえたらオーブンを開ける。さあ本日の出来上がりはどうでしょうか。なんかいい感じに見える。良さそうなので取り出してあげる。どうやらうまく焼けたっぽい。すぐに型から取り外してあげる。くっついちゃったよ。適当にペーパーを引くとこういうことになるから注意しないと。パンを取り出したら軽くショックを与える。不思議なもんでこれをやらないとパンがしぼんだりへこんだりしてしまうんだ。僕はこうやって横にして少し形を整えてあげたりもする。なんとなくより食パンっぽくするために。少し不細工で過剰発酵気味っぽいけど、これがうちのいつものパン。もう一杯コーヒー入れて焼きたてパンの味見でもしようかな。お腹が空いたな、なんか食べよう。動き出すのはそれからにしよう。気分に合った食材とお気に入りの食器も手に取って今日